はい、今回はですね、お便りいただいておりまして、棒読みのような曲弾きになってしまうので、抑揚の付け方、メリハリの付け方を教えてくださいとのことでした。まずね、前提として、後ろ鉢をきっちり 100% の音量で打てるかっていうのと、小さい音量、ねじめとか、細掛けとかを習得しているかっていうのが大事です。もちろん音量の1割から10割まできっちりコントロールできないと当然抑揚をつけられないので、各技術については別個の動画を参照してください。で、今回は以上のテクニックを習得しているよっていうのを踏まえた上での内容になります。で、どこで大きい音量で弾くのか小さい音量で弾くのかっていうのはルールがあるんですよね。皆さん曲弾きってフレーズ違うんですけれども、それでも同じルールが適用できます。もしこのルールに当てはまんないってことは、構成フレーズが規範的なジョンガラ節じゃなくなってる恐れがあるので、フレージングから見直した方がいいです。で、音量のパターンって6つしかないんですよ、基本的に。まずは全部後ろ鉢で10割。10、10、10、10。それから2つ目は全部前鉢。1割、1割、1割、1割。それから前後鉢ですね。前後鉢にも2つあって、次の小節が前鉢に行くとき、前鉢につながるときは1、10、15。4拍目が5割になります。で、次の小節が後ろ鉢のときは1、10、10、10。全部3拍とも10割。前鉢だけ1割っていう感じ。で、あと2つが1割から10割、だんだん大きくクレッシェンド。それから逆に10割から1割にだんだん小さくディミヌエンド。っていう以上の6つのパターンなんですよ。だからクレッシェンドとかディミネンドなどのこの音量の移行、それから次の小節が前鉢につなげる時の、4拍目の5割、この以上のこの3つの例外を除いて、もう前鉢か後ろ鉢か、もう1割か10割かどっちかなんですよね。この2極化してないといけないんですよ。で、考え方としてねじめ、細掛け、トレモロなどの前鉢の方が少ないんですよ。どっちかというと小さい音量の方が曲弾きの中においては例外なので、どこが前鉢で弾くのかっていうポイントさえ押さえとけば、あとは後ろ鉢か前後鉢でいけばいいということなんで、どこが前鉢で弾くセクションなのかっていうのをちょっと整理していきましょう。まず最初の前鉢ポイントとしては、イントロ1の糸からガンガン入りますよね。で、その後2の糸3の糸いって、で、この後3の糸とか2の糸とかで16分音符の速いフレーズが来ますよね。みたいなやつです。で、ここが最初のねじめで弾くポイントです。で、そこから4300。これでクレッシェンドで繋いで1の糸に戻るって感じですね。で、よくあるケースとしては、こういうセクションでねじめを使わないとか、音量が1割にとどまってないパターン。みたいな。で、今僕、前鉢に行ってはいるんですけど、ねじめをしてないから音量が全然1割になってなくて、結局ダイナミクスレンジが狭くなっちゃってる。抑揚がついてないっていうケースがよくあるんで、しっかり前鉢に行くだけじゃなくてねじめを使わないと音量がなかなか下がってくれないというところですね。ほいで次が、3の糸の16のフレーズです。この16、16、16っていうフレーズは皆さん細掛けで弾くと思うんですけど、その3、4小節ぐらい前から前後鉢でディミネンドします。とか、大体こういうフレーズで16につないでいくと思うんですけど、そこでしっかりディミネンドしないと急激なダイナミックの変化になっちゃったり、あるいはダイナミック変化が美しくないっていうのもあるんですけど、ディミネンドしっかりかけないと細掛け外します。高確率でミスるので、しっかりディミネンド使いましょうと。で、その後16細掛けしてて、そこからだんだんクレッシェンドで音量 100% に回復してって、
3の糸の16の壺の16分音符の、押し鉢につないでいくっていう感じなんだと思うんですけど、これね、ちょっとね、どこが前鉢のポイントなのかっていう話からそれちゃうんですけど、結構ね、この16分音符の押し鉢で音量 100% に回復しなきゃいけないのに、やっぱ早いんで、音量が大きくならない人は結構います。ってなっちゃってる。これがしっかりこう45度海外してない人が多いんで、早いんですけどやっぱ頑張ってちゃんと45度までバチ踏んないと、ここね一番盛り上がるフレーズなんでね、しっかり 100% まで音量回復していきましょう。でその後に3の糸の10付近、中域ぐらいに戻って2回目のコマ分け入ると思うんですよね。みたいな2回目のコマ掛けがね、ここで入りますと。で、このまま、430346系につないでもいいし、もう一回クレッシェンドしてトレモロ入ってもいいし、で、その後トレモロからねじめにつないでって、そのままねじめでかます。みたいな展開にしてもいいのかなっていう感じですね。いずれにしても、2回目の駒掛けが3の10付近中域で入ってって、最後ねじめでかましてって終わるっていう感じです。なんで、整理すると2の糸3の糸のねじめの早いフレーズ、3の16付近の1回目の駒掛け、3の10付近の2回目のコマ分けで最後トレモロか、ねじめにつないでかましてエンディング以上の4箇所が、音量が1割で、弾くべきポイントですね。なのでそれ以外は全部もう音量マックスで後ろ鉢か前後鉢になってないといけないってことですよね。あとはね、よくある悪いケースとしては頻繁に抑揚をつけてしまう。ちょっとうまくいくかわかんないですけど、例えばなんだろう、もうみたいな、もうすごい前鉢行って後ろ鉢行ってみたいな、もうすぐクレッシェンドしてディミネンドしてみたいなのが多いっていうのは、これやっぱり悪手です。ある程度上位入賞してる人とかでもこういうの見られるんですけど、やっぱりプロレベルでちゃんと津軽っぽいなって言われてる人はこういうことやんないので、評価されにくいのかなっていう感じですね。津軽民謡って結構大きな川の流れに例えられるんですけど、こういう急激な抑揚、激流になっちゃうと、悪い意味で現代っぽいって言われてしまったり、津軽っぽくないなっていう風に言われてしまうんで、この価値観がいいかどうかはさておき、かっこいいかっこ悪いとかはさておき、やっぱり評価されたいんであれば急激な抑揚とかはなくして、なるべく統一された音量で弾いた方が上手に聞こえるのかなっていうとこですね。ざっと2分半の尺だとこんな感じです。聞いてる皆さんだいたいミニマムな尺での曲弾きを弾かれる方が多分多いでしょうから、2分半で説明しましたけれども、これが3分4分とかになってくるともうちょっとね、ねじめとか細掛けの回数とかも増えてくるんですけれども、ざっとこんな感じかなと。で、練習の意識としては、例えば後ろ鉢の音量が 90% でも 99% でもなく、しっかり 100% で弾き切るという意識だったり、前鉢は 9% でも 11% でもなくきっちり 10% みたいなこう数値化をするといいんですよね。なんとなく大きい音量、なんとなく小さい音量っていうんだとやっぱ精度として上がっていかないので、もうロボットみたいにこう妥協せず、緻密な音量コントロールをするぞっていう意識で弾いていくとだんだん安定してくるかなという感じですね。はい、ということで、曲弾きでの抑揚のつけ方でした。それでは。